では大谷町出発します。はい、ということで、お天所出発しました。はい。で、今日のコースですね、簡単にご紹介しようかなと思います。はい、ということで、本日2日目はですね、もう見えてるんですけれども、あそこにあるね、槍ヶ岳を目指して進んでいきます。で、工程としては、まず、お天所から一旦降りて、昨日ご紹介したお天所ヒュッテの方に、出てきます。で、そこからね、西岳に進んでいくんですけれども、その道はもうこの山ですね。手前にある山がビューって続いてるかと思うんですけど、あれがね、確かそのまま、表銀座の登山道だったと思います。で、西岳が確かあの山の向こうぐらいにあるのかな。そこで西岳ヒュッテっていう、また山小屋があって、で、そこを過ぎると、東鎌尾根ですね。槍からこう、左側にこう緑色のちょっと草っぽいのがね、生えつつ、なんか、峰があるかと思うんですけど、あそこをね、通っていくって感じになります。あれがね、なかなかしんどいんですよね。結構高低差もあって、5年前の私はね、あそこで結構バテた記憶があります。はい。で、それをクリアすると、ヒュッて大槍があって、で、その先に、槍ヶ岳山荘があるって感じですね。はい。なかなか遠いんですけどね。とにかく今日も安全第一でやっていきたいと思います。では、行きましょう。はい、ということで、お天所岳西という分岐までやってきました。ここはね、昨日、大天荘行く時にあった分岐をね、巻いていく感じで進んでくるとここに出ます。お天所岳西ですね。はい、で、下にね、赤い屋根見えるんですけど、あれがお天所ヒュッテですね。はい。で、お天所ヒュッテね、あんま調子良くないって言ったんですけど、そうそう、よく見たらね、こう上にニュルニュルニュルって登れて、ピーク、あれちょっとなんて山か忘れちゃったんですけど、そう、あそこからね、一応景色は堪能できるみたいです。ちょっとパッと見急だからなかなか気軽に行けない感じもしますけど、でもそれでもね、十分楽しめるスポットなのかなと思います。で、ここから、お天所ヒュッテの方降りて、で、しばらく巻き道ですね。なんか以前私5年前撮った時、岩が落ちてきて結構ヒヤッとしたんですけど、また巻き道を進んでいく感じになります。さあ、ここからしばらく巻き道ですね。はい。まだ歩きやすかった記憶があるんですけれども、さっきお話しした通り、以前撮った時、岩がね、私が通り過ぎた後、ゴロゴロゴロって大きいの転がってきて、結構ヒヤッとした記憶があります。ちょっとね、気をつけながら進んだ方がいいですね。よいしょ。音とか、耳をこうちょっと注視して音を敏感にね、進むといいかもしれないですね。はい。一応西岳まで3時間だそうです。長いね長いんですけど、頑張っていきましょう。よいしょ。よし。よいしょ。はい、ということで、びっくり平に到着しました。今日のびっくり平ですね。はい、どうでしょうか。結構びっくりかなと思います。なんか板垣さん来た時ね、確かノーびっくりだったと思うんですけど、今日はびっくりありですね。
非常に綺麗です。すがすがしいですね。はい。で、スタートしたお天守は上ですね。はい、そこですね。見えるかな。結構来ましたが、まだね、ヒュッテ西岳までは2時間半ということで、はい、頑張っていきましょう。槍はもっと遠いからね。よし、では行きましょう。おお、すごい。いいですね。槍を横目に進んでいくというような感じですね。はい。まあそれとともにね、東鴨尾根が見えてきましたね。5年前はあれを通るのって思ったんですけど、正解だよって、あれを通るんだよって教えてあげたいですね。いやあれがね、本当に最後の方辛いんだよな。よし、赤岩岳山頂に着きました。多分さっきのとここがそうなのかな。じゃあで、ここからねヒュッテ西岳 1.3 キロです。多分そろそろ見えてくると思う。あの山巻いていく感じで、巻いたら見えんじゃないかなって感じですね。はい。見えてきました。あそこですね、ヒュッテ西岳かな。今日は綺麗ですね。北穂に北穂に前穂も見えますね。大キレットもちょっと見えてますね。はい。快晴快晴。はい、ということで、ヒュッテ西岳でね、だいぶ休憩しました。で、ここから東鴨尾根入るので、まず、α7、α4はもうザックの中に入れました。ここに入ってます。はい。で、一応ね、メットしていこうかなと思います。まあちょっと人が多かったりしてね、枯れてきた時怖いなっていうのがあるので、メットもしていきます。はい、まずですね、東鴨尾根に行くには下ります。はい、そうなんですよ。一回下ってまた登り返すって感じなんですよね。でもうすぐ行くとね、多分すごい長いはしごが出てくるはず。それを下って、ある程度のところまで降りて東鴨尾根スタートっていうような感じになります。はい、出ましたね。激長はしごです。これを使って、今お兄さんがいるんですけど、あそこまで降りてまだ降りて行くと、上高地からね槍に向かっていく途中で、分岐があるんですけど、そこを上がったとことのまた分岐にぶつかるって感じになります。さあ、では下ってきます。よいしょ。1、2、よし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 。
はい、次。ちょいかな。1、2と。で、足をかける場所がないということで、なんか怖いですよね、こういうのも。で鎖はだいぶ頑丈ですね。よしよしよいしょ。ということでヒュッて西だけスタートしてね、もうものの5分でこれだけ下がります。はい。で実際のところはまだ下がりますね。はい。やっぱ天候によってね、すごい難易度変わってくるかもしれないですね。これが雨だと正直私もかなり嫌かなとは思いますね。やっぱり受賞される場合にはね、本当にお天気も相談してね、日程組まれた方がいいかなと思います。あんま無理しない方がいいです。なんか近くなってるようでまだまだありますね。なんか気持ち槍の山荘がでかくなってきたような気もしなくもないです。いやまだまだ頑張りましょう。分岐は全然まだ先でしたね。あそこだ、あれがあそこ分岐だ。確かそう槍へ向かうルートがあの辺で確か分岐するんですよ。でこう行ってここに出るって感じなんですよね。うわまた下がんの、ちょっと悲しくなっちゃいますけどね。まあしょうがない。よく見たら結構人歩いてますね。みんな頑張ってっから私も頑張るしかないですね。いやそうこれ出ました。よいしょ、水俣のっこしですね。はい。この下に行くと、槍沢に出ます。で我々が行くのはこっちですね。はい。ちょっと休憩して、体勢整えてね、また登っていきたいと思います。いややっぱ疲れますね。まあ疲れるけどね、やっぱこうやって文句言いながらも山をね、自分のペースで歩くのはやっぱり楽しいかなとは思います。はい。で5年前、ここ歩いてきたわけなんですけど、その時ね自分が何考えてたかなとかちょっと思い出そうと思ってこう頑張ってたんですけど、全く思い出せないですね。はい。ただその時にやりたかったこととかっていうのを今振り返ると大体できてるかなっていう感じはします。ただもちろんペースが遅かったりとかするんだけどね、それはいいことかなとは思いますね。はい。
登山と一緒でね、マイペースにいろいろやっていけばいいのかなとは思ってます。そんな感情に浸ってないで早く行きますか。頑張りましょう。もう出てきましたね。はい、ここ結構急に降りる、はしごですね。今回人がいないからいいんですけど、人がいる時とかはね、多分一人一人行った方がいいと思います。てかこれ下がってまたあんな上がんなきゃいけないっていうのはね、ちょっと嫌ですね。これはね、とにかく、安全最優先で、ゆっくりでもいいので、下っていきたいと思います。よいしょ。で、引き続きもう1個ですね。よいしょ。OK。2、1で、接合されてます。気をつけて。2、2と OK クリアです。パッと見すごいね怖いんですけど、ゆっくり落ち着いていけば大丈夫だと思います。雨の日とかはね滑ると思いますんで十分注意されてください。ではまた登っていきたいと思います。いややりました。ヒュッテ大槍まであと200メートルですね。疲れた。確かに槍も近くなってきました。もうちょいですね。やったー。お疲れ様です。やったー、着いた。よいしょ。じゃあ疲れた。じゃあすみません、つけ麺を一つと、あとコーラを1本お願いします。はい、すみません。つけ麺できたらお待ちします。はい、お願いします。本当に何度も申し訳ないですけど、スタッフさんがやっぱり何度もすみません。これはなんかどなたが手拭いもすごい素敵ですけど、なんかデザインっていうかその絵はどなたの？デザイナーの人がということでヒュッテオエリで休憩しました。お昼のねつけ麺食べたんですけどやっぱ美味しかったですね。ただなんか5年前よりねお腹いっぱいになってるような気がします。結構もう動きたくない感ありますね。でここからなんですけど、槍ですね目指して進んでいきます。一応、コースタイムあと1時間ぐらいということですが、
まあどうかな、1時間ちょいちょいぐらいかかるかなっていう気はします。お腹いっぱいなんで。いやー、近いようで遠いですね。はい。もうちょいなんだけどね。天場の混雑具合がちょっと心配ですね。はい。もし槍ヶ岳山荘晴れなかったらね、殺生になるんですよね。殺生すでにテント何張か張ってるね。まさか上張れないってことなのかな。ちょっと心配です。そこだけが心配、本当に。だからこそなるべく早めに行った方がいいですね。ちょっと急ぎましょう。やっと槍ヶ岳山荘見えてきましたね。と同時に曇ってきました。まあこれはしょうがないですけどね。とにかくテント張れるかどうかが不安でしょうがないです。はい。まあ、今すれ違ったお兄さんに聞いたら結構空いたって言ってたんですけど、その前にすれ違ったおじさんは結構カツカツだよみたいな、にもう半分ぐらい張ってるって言ってましたけど、ちょっとどっちを信じればいいのか。まあいずれにしろ早く行った方がいいですね。はい、よし行っちゃいましょう。しゃあラスト100。しゃあやり分岐です。私は見えてきたよ。しゃあお疲れ様でした。こんにちは、お願いします。テントですね。はい、はい、わかりました。で、明日はチェックアウトが8時まで停止をお願いしてますので、はいご協力お願いします。はい、そちらの札をここまでお持ちください。わかりました。誰もいなければここに置いていただくだけでチェックアウトになります。わかりました。はい、お願いしまはい、お疲れ様す。です。いやー、よかったです。とりあえずね、なんとかテントは、無事にね、テント場を確保することができました。で、最初ね、24番でいただいたんですけど、ちょっとね、狭くて晴れなさそうだったので、変更してくださいと言ったら、25番に変えてくださいました。まあ、受付の時にね、ちょっと狭いかもしれないんで、もしダメそうだったら言ってくださいって、ちょっとお伝えいただいて、なんかわがまま言っちゃったのかなとも思うんですけど、全然大丈夫ですよって言ってくださったんでよかったです。疲れた。ではね、とりあえずこれからテント張っちゃって槍にね登りたいなと思うんですけど、早くも裏の方はねもうガスガスになってきましたね。まあちょっとでもあれもあるうちに登ろうかなと思います。ではまずはテントですね。はい、張っちゃいたいと思います。よいしょ。ということで、ここですね。なんか結構いい場所です。はい。よし、ではテント張りたいと思います。さて、ということで槍にね登っちゃいたいなと思います。ちょっと裏の方はガスガスだけど、まあ表の方は見えるからまだいいんじゃないですかね。では槍に登ってきます。遠距離なんですけど。
もう君行ったのかな？君行ったのかな？行きたくない。ということで、槍ヶ岳に登りたいと思います。登りとね下りとのルートが分かれているので、そこまで混雑はしないかなとは思います。人はそこそこいるかなって感じですね。よし、では登っていきましょう。ありがとうございます。よいしょ。どうぞ。はい。集中していきましょう。よし。さあということでこれを登りきれば槍の穂先山頂になります。最後まで気を抜かずに行きたいと思います。はい。確かにやっぱり怖いかもしれないね。ゆっくり行こう。落ち着いて。落ち着いて。落ち着いて。どっこいしょ。どっこいしょ。着いた。どうぞ。着いた。ちょっともう行っちゃうの？いやいやいいよ。さっきまで。これどんな感じ？もうこれ動画なんでこのまま持ってていただいてもいいですか？すいません。ちょっと行ってきます。はい。次の人いいですかね。もうすごいいいですよ。ありがとうございます。すいません、助かりました。ありがとうございます。そうですね。もう私らが行くねんと。焼けたまでも見えん。あれから大切れといて、北穂高。今の動画だったよ。ちょっと待って練習。
い練習。噂には聞いてたけど。ちょっと待って。動画になって練習。ごめんなさい。ということで、槍無事登頂ですね。お疲れ様でした。あとはのんびりタイムですね。写真とか撮ったりダラダラしたいと思います。大丈夫か。大丈夫、全然ません。問題ないです。大丈夫です。何が？自分だって若いよ。自分だって若いよ。駒も遠いよ。
黒やすこんください。小袋でいいですか？すみません、バターギフテリーお願いします。バターが。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、槍ヶ岳山荘を出発します。さよなら槍ヶ岳山荘。さよなら槍ヶ岳。では本日はこのままね上高地の方に降りていきます。でその後ね車の回収しなきゃいけないのでちょっと降りてからも忙しいんですが、まあともかく山降りるまで安全第一で行きたいと思います。お疲れ様です。はい、ということで、無事に上高地に着きました。着いたんだけどね、すっごい人、もう観光地って感じですね。はい、でこれからね、車の回収しなきゃいけないので、まずはバスで新島島かな、新島島まで行って、でそこから松本まで出て、でさらに乗り換えて穂高駅の方にね向かいたいと思います。
こっからが大変なんだよね。まああとはね、まあいろいろ乗っていくだけなんでのんびりいきたいと思います。ではお疲れ様でした。すいません、新島島から松本行きたいんですけれども、一番早い便って何時ですか？今日ですか？はい。14時5分になります。10時5分。じゃあそれを大人1枚お願いします。戻りたいよね。戻りたいね。違う方向に行きたいね。違う方向にね。新島島終点でよろしいですね。なんか壊れ物とか大丈夫ですか？大丈夫です。発車します。ご注意ください。お待たせいたしました。本日は荒彦交通をご利用いただきましてありがとうございます。このバスは中野湯、サワンド方面、新島島駅行きです。역마다 정차하는 보통열차 마츠모토행입니다. 종쪽 整理券は駅係員にお渡しください。330円ですね。はい、ありがとうございます。到着。しゃあ、お疲れ様でした。はい、ということで、今回はですね、2泊3日で北アルプス表銀座を、歩いてくるということで、行ってまいりました。感想といたしましては、私このルート歩くの2回目なんですけれども、やっぱり、他の重走路と比較しても、非常に歩きやすいのかなというふうに思います。コンスタントにね山小屋があるっていうところが一番ね、その理由にはなるんですけれども、あとはですね、その、アップダウンとかもですね、やっぱそれなりにはあるんですけれども、周りにね素晴らしい景色が、本当ずっとね続いているようなルートになりますので、本当に飽きずにね、歩き続けられるんじゃないかなというふうに思います。
危険箇所としてはですね、やっぱり東釜尾根はやや危険かなと思います。ヘルメットはもちろんね、お持ちいただいて、お出かけいただければと思います。何よりですね、やっぱり、我々登山者が、一度は憧れる、槍ヶ岳を目指して進んでいくというルートになりますので、本当にね、こう、その槍ヶ岳、目指す槍ヶ岳がだんだん近づいてくるというのはね、本当にこう、冒険してるみたいな、そんなワクワク感をね、本当に味わえる、ルートではないかなというふうに思います。ちなみにね、その後上高地からここの穂高まで戻ってくるのがね、何気に時間かかりますんで、この辺りでちょっと長めに時間を見てね、計画立てていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回の参考は以上になります。最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、さようなら。お風呂に入りましょう。お疲れ様でした。